こんにちは。ゼロから行政書士第32回です。前回は制限行為能力者を学びました。今回は民法相続の2つ目のテーマに進みます。テーマは意思表示です。嘘や勘違いのある意思表示を法律がどう扱うかを見ます。契約が有効か無効か取り消せるかを整理します。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、心理留保と虚偽表示です。本心と違う意思表示がどうなるかを見ます。二つ目は、錯誤です。勘違いによる意思表示の主張詞と要件を学びます。三つ目は、詐欺と脅迫です。騙されたり脅されたりした場合を見ます。合わせて第三者の保護の違いも整理します。それでは早速始めましょう。はじめに意思表示の仕組みを確かめます。意思表示は内心の意思とその表示から成り立ちます。売ろうと思い、売りますと伝えるようなものです。この意思と表示が食い違う型を意思の不存在と言います。心理留保と虚偽表示がその代表です。これに対し、意思はあるのに家庭に問題がある方もあります。騙されたり脅されたりした場合です。これを餓死ある意思表示と言います。錯誤は勘違いの型として別に見ていきましょう。一つ目は心理留保です。本心ではないと自分で知りながらする意思表示です。冗談でこの時計を売るというような場合です。この場合、意思表示は原則として有効です。嘘をついた本人を守る必要はないからです。ただし、例外があります。相手が本心でないと知っていた場合です。少し注意すれば知り得た場合もこれに含まれます。この時は、その意思表示は無効になります。二つ目は、虚偽表示です。相手と示し合わせて嘘の意思表示をすることです。通報虚偽表示とも呼ばれます。例えば、財産を隠すための仮想の売買です。本当は売る気がないのに、書類だけ売買の形にします。二人と妄想だと知っているので、無効になります。当事者の間では、効力を認める必要がないからです。問題は、事情を知らない第三者が現れた時です。虚偽表示の無効には、大切な例外があります。嘘の外形を信じて取引に入った第三者の保護です。仮想で買った人がそれを別の人に転売した場合です。事情を知らずに買った第三者は権利を得られます。無効を善意の第三者には対抗できないからです。ここでの善意とは事情を知らないことを言います。第三者は善意でありさえすれば守られます。無過失であることや登記までは求められません。嘘の外形を作った者はそれだけ責任を負うのです。三つ目は錯誤です。錯誤とは勘違いのことを言います。思い違いに基づいて意思表示をしてしまう場合です。かつて錯誤は無効とされていました。しかし今の民法では取り消せるものとされています。錯誤には大きく2つの種類があります。一つは言い間違いなどの表示の錯誤です。もう一つは動機の錯誤です。次のスライドでそれぞれを見ていきましょう。まず、表示の錯誤です。1万円と書くつもりで10万円と書くような場合です。意思そのものと表示がずれてしまう方です。次に、動機の錯誤です。意思表示の前提とした事情を思い違える方です。近くに駅ができると思い、土地を買うような場合です。動機の錯誤は原則として主張しが認められません。その事情が相手に表示されていた時だけ取り消せます。内心の動機は相手にはわからないからです。錯誤ならいつでも取り消せるわけではありません。取り消すには条件があります。
第一に、その錯誤が重要なものであることです。些細な勘違いでは取り消せません。第二に、憑依者自身の落ち度が問われます。勘違いに重大な過失があれば原則取り消せません。不注意な人まで手厚く守る必要はないからです。ただし、この場合にも例外があります。相手も同じ勘違いをしていた時などは取り消せます。四つ目は詐欺です。詐欺とは騙されることを言います。騙されてした意思表示は取り消すことができます。騙された本人にもいくらか落ち度があります。そのため、無効ではなく主張しにとどまります。注意したいのは第三者が騙した場合です。契約の相手ではない別の人が騙した場合です。この時は相手がその事実を知っていれば取り消せます。相手が知ることができた時も取り消せます。詐欺による主張しには第三者の保護があります。主張しを善意で無過失の第三者には対抗できません。騙された本人にもいくらか落ち度があるからです。不活に信じた点を全く無視はできません。そこで善意で無過失の第三者を優先します。この扱いは次に見る脅迫とは異なります。騙された人と脅された人では守り方に差がつきます。五つ目は脅迫です。脅迫とは脅されることを言います。脅されてした意思表示も取り消すことができます。脅迫された人には落ち度がありません。怖くて従うほかなかったからです。そのため詐欺よりも手厚く保護されます。脅迫には第三者を守る規定がありません。主張しを善意の第三者にも対抗することができます。騙された人より脅された人が強く守られるのです。ここで第三者の保護を表で整理します。試験でとても問われやすいところです。心理留保と虚偽表示は善意の第三者に対抗できません。第三者は事情を知らなければ守られます。錯誤と詐欺は善意で無過失の第三者に対抗できません。こちらは第三者に落ち度がないことも必要です。脅迫だけは第三者を守る規定がありません。主張しを善意の第三者にも対抗することができます。脅された人が一番強く守られると覚えましょう。ここで今日のクイズです。意思表示についての問題です。正しい内容はどれでしょうか？ A は虚偽表示の無効を善意の第三者に対抗できるという内容です。B は脅迫の主張しを善意の第三者に対抗できるという内容です。C は詐欺の主張しを善意の第三者に必ず対抗できるという内容です。少し考えてみてください。正解は B です。脅迫には第三者を守る規定がありませんでしたね。虚偽表示と詐欺では逆に善意の第三者が守られましたね。今日のまとめです。意思表示の5つの型を学びました。心理留保は原則として有効でした。相手が悪意や有過失の時だけ無効になりましたね。虚偽表示は当事者の間では無効でした。錯誤と詐欺、そして脅迫は取り消せました。錯誤の主張しには重要性という条件がありました。第三者の保護は型ごとに要件が違いましたね。ここまで意思表示を学びました。民法相続の山場の一つを超えました。次回も民法の相続を続けます。テーマは代理です。本人に代わって他人が契約する仕組みを学びます。無権代理やノミテリティという論点も出てきます。今日の5つの型はしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。